こんにちは、たかしです。本日は4月30日土曜日、週末ですので、来週5月2日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは月足確定というところで、月足から見ていきましょう。現在はここ2015年の5月頃からの下落のフィボナッチリトレースメントを当てているんですが、その 61.8%、 この白いラインですね。ここで綺麗に反応して上髭で終わる感じですね。で、この下落の戻り高値、ここにわずかに引っかかりがあるんですが、そこの部分に赤いラインを引いてます。そこの内側で今実態が終えようとしておりますので、次回ですね、ここ上昇してきたとしても、この辺付近っていうのはまた意識されるんじゃないかなと考えてます。結果的には今月強く上昇してきましたが、半値戻しぐらいまで抑えられているっていうのが現状ですね。インジケーターストキャスティクス方向感なし、マクディは上昇モメンタムを維持してますが、これもあまり方向感がないというところですね。少し上向きというところ、ここから上昇になっていけばこれが開いてくるんですけれども、まだ GMMA も開いてきてませんので、今月足としては上昇トレンドの始まりかけというところでしょうか。では週足です。週足にはエリオット波動1、2、3、4、5とイメージしております。今5波が進行中、もしくは5波が終わったところと考えてます。ストキャスティクスは高値圏にありますね。マックディはまだ上昇モメンタムがかなり強い状態ですので、今ここから下落してきても下げ渋る状態かなと考えてます。ただストキャスティクス過去のこの高値圏を見てますと、それなりの下落をしているんですね。なので今これが下落になっているんですが、今下髭陰線となっております。なので下げ渋っているなという印象は受けるんですが、月足ではここの部分が今髭になっておりますので、少し分かりにくいなと。月足ではここから上昇トレンドに入っていくのか、でも上値は重い。週足では下げてはきたけれども、長い下髭で終わりそうというところで方向感がない感じがします。基本的には GMMA が上向いておりますので、上昇していく、ここからまだ上昇していくとは感じるんですけれども、エリオット波動の5波がここで終了したとすると、比較的大きな下落になる可能性がありますので、その辺が難しいところと見ております。現在は長い下髭陰線で終えそうなんですが、今 GMMA との乖離がまた解消されてませんので、もう少しここで揉み合い、もしくはじり下げというのを想定されます。ですので来週はここからどんどん上げていくとか、ここからどんどん下げていくというイメージではなくって、週足ではここでのレンジ、揉み合いになるのかなという、そんなイメージですね。そこで時間調整を行って GMMA が上昇してくるのを待つ。つまりもうしばらくこの辺で揉み合う、この GMMA が上昇してくるのには結構な時間がかかりそうですので、そうなるとここで数週間揉み合いになる可能性があるなとも考えてます。ストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしてきてますので、比較的下落しながらの揉み合いというところでしょうか。1時間足ではマクディの下落モメンタムがまだ強い状態ですので、上値が重いなという印象。そしてここに3損をイメージしておりますので、その3損のこの左肩ですね、ここが意識されているようにも感じます。なのでここから上昇してきても、やはりこの辺っていうのはもう少し意識されて何度か戻されるんだろうなという、そんなイメージですね。日足では GMMA との乖離が解消しておりますので、ここから上昇トレンドに回帰していくようにも見えますので、今はざっくりとですが、この高値からこの安値ぐらいでのレンジ、もしくは三角持ち合いみたいな、そんなイメージをしております。今一旦左肩付近で反応してきておりますので、もう少し下落してもおかしくないかなとは考えてるんですが、今ここから上昇してきたとしても、ここ月足単位の上髭っていうのは意識されると思いますので、この辺168円ぐらいっていうのは簡単には超えてこられないんだろうなという印象。ただストキャスティクス安値圏からゴールデンクロスしてきております。過去のここのゴールデンクロスも比較的大きく上げておりますので、ここからまだもう少し上げそうな雰囲気ではありますね。基本的には上位足では上昇トレンド中っていうところで、日足での今押し目を作ってそこから上昇していくという風にも見えるんですが、1時間足では下落トレンド中、4時間足は方向感がなしというところで、まだ上昇しそうには見えるんですけれども、買い足からトレンドが崩れてきているという風にも考えられますので、難しいところだなとは見ております。
今、冷やしで見る限りではここから上昇しそう。でも MACD の下落モメンタムがまだ維持されておりますので、少し上値が重いというところで、もう少しこの MACD の下落モメンタムが減ってくるようですと上値が軽くなるんでしょうけれども、まだもう少し上げるのには時間がかかるのかなと考えると、来週前半ぐらいはもう少し上値が重いのかなという印象も受けます。では4時間足です。この緑のエリオット波動をイメージしておりまして、それが今完了して、その修正波に入っていると考えられます。修正波は A、B、C となるんですが、今すでにこの4波のターゲットっていうのはほぼほぼ達成してますので、ここでも修正波が終わっている可能性もあります。ただここを A、B と考えると、ここから C 波が出るということも考えられますので、今その C 波が出るのか、それともここからこのまま上昇していくのかというところです。4時間足の GMMA は今完全に横ばいになってますので方向感なし。ストキャスティックスも高値圏から垂れてはきているんですが、この勢いもありません。MACD に関しては上昇モメンタムがかなり減ってきているというところで、今ここは4時間足としては方向感がない。どちらに行くのか分かりにくいというところです。今この高値からこの安値にフィボナッチリトレースメントを引いてまして、その 50% までは戻したところ、今その辺付近で揉み合っているところですので、4時間足としては方向感がなくって分かりにくい。ですので、1時間足でここにボックスを描いているんですが、それをどちらに抜けるか、抜けた方についていくのがいいと考えてます。では1時間足です。1時間足もここにエリオット波動をイメージしておりまして、その5波がここから出てくるのか、それとももうここで終わったのかというところですね。ここから下落してくる可能性もあるんですが、今はオレンジのトレンドラインが抵抗になって、その辺で上げ渋っている感じですね。ただ、小さくはここに上昇トレンドを描いて、上昇中。GMMA も今上向いておりますので、ここから上がっていくということも考えられるんですが、この辺の動きを見てますと、ほぼほぼ方向感がないですので、ここからこのままこの動きが続くようですと、横横としながら GMMA が横向きになってくる。1時間足も方向感がなくなってくるのかなと見ております。今4時間足では方向感がありませんでした。1時間足はわずかながら上向いている。で、上昇トレンドを描いているというところなんですが、今ここの緑のボックスの真ん中付近にいます。昨日もほぼほぼここで動いてませんので、このボックスをどちらに抜けるのか、抜けた方についていきたいとは考えてます。このオレンジのトレンドラインを強く上抜けてくると、もう一段上を目指してくるとは考えるんですが、このまま、方向感がなく横横と抜いてくるようですと、この先も分かりにくい動きをするのかなというところですね。今気になるのはMACDがダイバージェンスを起こしているところですね。昨日一度解消されるのかなとは思ったんです。ここで一度上昇してここを上抜けそうになったので、このまま抜けていくのかと考えたんですが、結局トレンドラインで戻されておりますので、なかなか分かりにくいなとは考えてます。なので、もしかしたらここから一度大きめの下落になる可能性もあります。そうなるとこのエリオット波動の5波に向かって進行すると見ているんですけれども、今それでも1時間足は GMMA が上向いておりますので、下にも硬い、そして上の方もかなり重いなという感じです。週明けもこのままややこしい動きをする可能性もありますが、今は一旦このボックスをイメージしてトレードするのがいいと思ってますので、このボックス綺麗に下限付近が反応しております。下に来たところではロング、上に来たところではショート、そしてまた上抜けてくると次はこのオレンジのトレンドラインまで、もし下抜けてくればここの安値付近までというところでトレードをしていけるのがいいんじゃないでしょうか。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。